さあ始まりました、フィッシュマンズ TV。 フィッシュマンズのファンは必見、そして、音楽好きなあなた、ぜひとも注目していただきたい、現在進行形のフィッシュマンズの今を伝えていく、スペシャルな番組となっております。最新リリース情報や、ライブ情報もどこよりも早く、お知らせしたいと思います。私本日の MC を務めさせていただきます音楽ナタリー編集部の望月聡と申します。よろしくお願いします。お願いします。そして茂木さん、はい、いやもういきなりもうボルテージ僕上がりまくりで、本当嬉しい。今日あれ4人なんで、いやもうすごいものをいきなり見せてもらっちゃって、ありがとうございます。嬉しすぎます。もう胸いっぱいなんですけれども、会場入っていきなりもうすごいものに囲まれていて、映像に映っているかな、そうだよね、ポスター、いやこれすごいよね。はい、この貴重なポスターが、はい、僕がずっと撮っておいたもので、私物。そうなんですよ。もともとフィッシュマンズディレクターの佐野さんが、ロングシーズンのポスター持ってないって話で、あると思うって言ってチェックしたら、もうほとんど全部のポスターを見つけることができて、お宝だらけでちゃんとね、保存しといてよかった。すごいいい状態で、めちゃくちゃ幸せ空間です。いやでもすごい綺麗に飾ってもらって本当に嬉しいです。で僕がですね普段ですね、ナタリーと音楽ナタリーというメディアでですね、編集の仕事をやらせていただいてまして、知ってます。はい。でフィッシュマンズの記事を、制作を、させていただいてまして、最近だとフィッシュマンズに影響を与えたアルバムとか、そうですね、お世話になってます。はい。あとはロングシーズンの制作秘話も茂木さんにお話いただいて喋らせてもらいましたね。あれもうめちゃくちゃ海外の人からも反響あって、結構びっくりしましたね。もうね、お世話になりっぱなしなんですけども、これ覚えてますか？これはい、覚えてるし忘れられるわけないじゃないですかね。はい。これ望月さんにさとちゃんがこのプロレスの技をコブラツイストをかけていただいてますね。はい、食らってます。これ貴重な写真だね。これはね、僕が大学生の時ですね。ちょうど30年前なのかな。多分ね95年だと。はい。大学にフィッシュマンズが学祭で来て、フィッシュマンズとね、あとコレクターズとジャンプス。です。で僕がメンバーの皆さんをこうアテンドというかさせていただいて、でその後にこれ講堂なんですけど、大学の講堂のところに一人で佐藤さんがぼーっとされてたんで、これは話しかけるチャンスじゃないかと思って、お話しさせていただいて、よかったよかった。佐藤さんプロレス好きで自分もプロレス好きなんで、それでこの写真になるんですけれども、アントニオ猪木対天竜源一郎戦をですね、2人で熱くそうだったんだ、語らせていただいて。なるほど。ね、この時のねこのエピソードが元で、僕らも闘魂というイベントをね始めることに。そうですよね。これは関係ないんですけども、いや何かしら関係あるかもしれない。でも本当に佐藤君はプロレス好きっていうのがあって、闘魂っていうねイベントのタイトルをつけたりとかしました。いい写真ですね。という僕の話はともかくですね、今日はフィッシュマンズのニュースたくさんあるということで、非常に楽しみにしておりまして、こちらこそ。で早速なんですが、一つ目のトピックいきましょう。こちらです。来ました。ベストアルバム空中宇宙アナログ版リリース。4月24日発売ですね。4月にもう来週ってことですか？もう4月24日ですね。やりましたね。ついに本当に念願だったんで、このアルバムがこうアナログ化なるっていうのはやっぱりレーベルをまたいだ選曲だったので、そうこのアルバムに関してはアナログ化は結構難しいかななんて思ったんですけども、ここに来て満を持してすごく丁寧な形でね作っていただきまして、いや僕も一足早く聞かせていただいたんですけど、めっちゃ良かったです。いいっすよね。めっちゃ良かった。これは3月ぐらいにこのアナログ用のカッティング音の
作業ですよね、はい、処理の作業とかやったんですけれども、はい、すっごく丁寧にアメリカのスターリングサウンドっていうところとやり取りさせてもらって、はい、だから視聴もしっかり僕も立ち会ってるし、はい、関係者もみんなしっかり立ち会った上での視聴で OK が出た音なので、はい、間違いなく、曲順もねなんかこだわりが感じられる曲順になっているなと思いまして。そうですね。そう、はい、まあ CD は14曲か、はい、4曲入ってるんですけども、やっぱアナログ結構音質重視したいっていうのもあったんで、ちょっとだけ内容、まあ、選曲2曲ぐらいこう、まあ、オミットはしたりしたんですけれども、はい、それぞれの面に3曲ずつぐらいか、3曲か、3曲入れて、はい、やっぱりすごくいい音で聴いてもらいつつ、はい、で各面の流れもね、とてもいい形に。でした。よかったです。ほっとしてます。はい。そうなの。そういうことで音を重視して、アナログ版ならではの聴き方、やっぱり一つ面が終わったら、そこでちょっとこうブレイクしてっていう感じがあるじゃないですか。なんかそういう聴き方もじっくり楽しんでもらいたいなという形で。すごい贅沢な時間ですね。だし、そもそもこのジャケがこの大きさっていうのが、じっくり見よう。はい。じっくり見ましょう。触り心地いいね。触り心地最高です。はい。とてもいい紙を使っていただいて、ね、でこれがこんな大きくなったの本当に、本当初めてっていうか、ね、自分のバスドラのデザインでこれを思いっきり大きくしてもらったのはあるけど、ちゃんとこうやってアナログ版で初めて大きくしてもらったっていうので、これちゃんとね、当時の CD に施してもらったデザイン全体をうまくまとめてもらって、ちょっと中見てください。中。このデザインをイラスト分かる方結構意外といないかもしれなくて、初回版の2枚組で最初リリースしたんですけど、その時紙の箱にこうプラスチックの CD が2枚の CD をこう差し込むね。そこの実は内側に、外の箱の内側に描かれていたイラストがこれなんです。そうなんです。それをこう初めてこうやって開いてみることができるっていう形の見開きを作ってもらいました。素晴らしいですね。ちょっと版も見ましょうか。版見ましょう。見ましょう。いやー。いきますよ。いきますよ。カラーバイナルすごいです。綺麗。綺麗だね。めっちゃくちゃ発色良くて、ここにもすごいこだわりを感じまして、僕レコード大好きなんで、やっぱりもうすごいものとしてたまらない。そうだよね。やっぱね、ものとして楽しんでこれ裏側のもう見ちゃって大丈夫ですか？見ちゃって大丈夫ですか？ちゃんとこっちの面にはさとちゃんがいてくれるっていう作りになってますね。いやー感無量だ。嬉しい。もうすぐですね。皆さんの手に。そう間もなく24日だもんね。来週リリースになってめちゃくちゃ楽しみ。いやーついにこう手に持つことができました。嬉しい。めちゃくちゃ嬉しいな。ちなみに、すごいシンプルな質問をすると、それぞれの作品タイトルっていうのはどんな感じで空中と宇宙っていうのは？そうだよね。最終的に空中って名前と宇宙って名前を付けてくれたのは、デザイナーの山本ムーグさんなんですけれども、で僕が選曲をしてる段階で、その空中ってなった方は、昼間からこう夕暮れ時みたいな流れをこう考えながら選曲した14曲っていうのがあって、で宇宙の方はこう夕暮れ時から夜明けに向かってっていう発想で考えていて、だからで色を漠然とこうブルーとオレンジみたいなことをムーグさんにはアイデアとして投げてて、そしたら空中、宇宙っていうタイトルがついて、こういうデザインで戻ってきました。なるほど。
そういうちょっと時間軸じゃないけどなんかそういうコンセプトで、そうですね、選曲をされたという、そうです、そう考えてみました。でちょっとすごい気になってるというか、ちょうどこの、ベストが出たのって2005年じゃないですか、でその年に、フィッシュマンズがまたライブ活動を再開されていて、そうですね、何かこう期するものというかこのベストアルバムを作ったことで、まさに、その2005年の4月に最初リリースされたんですけれども、でこの選曲曲順を考えていたのがその前の年の2004年の秋ぐらいで、でこの曲順が完成した時に、この曲順でライブやったらめちゃめちゃいいだろうなっていう妄想が僕の中に生まれていて、でなんとかどんな形でやるかなっていうことをずっとそれから考えていて、で2005年リリースされたらライブをやろうっていうのと、そのライブのやり方として自分たちとこうなんか関わりがあったりとか、フィッシュマンズのことをこう何か思ってくれてるような人とこう、声かけて歌ってもらってっていう感じでライブを再開しようっていうことをその時は思いました。じゃあめちゃくちゃちょっとなんだろう、大事なねそうですね。忘れられない。そうですね。がまた動き始めるそのきっかけになったというか。そうで本当にフィッシュマンズを知ってもらえるいい入り口になるようなベスト版作りたいなと思ってたところに、その僕ら2つのレコード会社にまたがってリリースをしていたんですけれども、その時にその双方のレコード会社のディレクターの方とかが選曲自由にどっちのレコード会社の曲も混ぜていいよって言ってかれたので、まあそれも大きかったですね。やっぱりそういうレーベルまたいでみたいなのってあんまりやっぱり珍しいんですか？まあなかなか難しいんでしょうね。今の方がやりやすいのかもしれないけれども、当時の方がレーベルまたぐってのは結構難しかったのかなと思って、だから僕すごい画期的だったなと思ったのが、ローリング・ストーンズが40リックスってベスト版出したじゃないですか、あれって60年代のものと70年代以降のものが一つにパッケージされてたっていうのがあって、なんかああいうベスト版出せたらいいなってこういつの日か出せたらいいなってのがあったので、だから空中宇宙出す時にちゃんといろんな季節のフィッシュマンズをこう一番最良と思える曲順でリリースできたらいいなってのは思ってました。そんなすごくねバンドにとっても大切な、アルバムがアナログ化されるということですが、まだですね、ニュースは続きましてですね、次のお知らせに行きましょう。次はこちらです。ヒストリー・オブ・フィッシュマンズ4枚組でリリース。すごいですね。これはヒストリー、ずっと長年取り組んでんです実は。で、ちょうど今、その作品に、収録される、楽曲「それはただの気分さ」がですね、流れてるようなんですけれども、これがめちゃくちゃ貴重で、97年の、闘魂97の音源、98年、失礼しました、のライブ音源。そうです、98年に日比谷の野外音楽堂でやったんですけれども、でその時のマスターテープがあるはずと思ってて、で一生懸命当時のディレクターの佐野さんに探していただいて、そしたら無事発見されましたですね。そうなんです。それをザックがミックスしてくれまして、が今流れているという。そうです。だからもうこれはみんなに初めて聴いてもらうもので、完全にとっても嬉しくて、この「それただの気分さ」のライブアレンジって本当に独特な形で作っていたので、
この時期こういうことをやってたんだっていうことを、知ってもらうのには、とても面白い、価値があるものだなと思いましてですね。他にはどんな、なんかざっくり今お話できる範囲で、多分皆さんね、すごく気になると思うんで。ヒストリー・オブ・フィッシュマンズ作んなきゃと思ったのは、今から3年前か、3年前に映画フィッシュマンズ公開してもらったじゃないですか。で完成した映像を見終わった時に、一つ思ったことがあって、あ、これのサウンドトラック版をなんか僕が作んなきゃいけないなってすごい思ったんですね。ものすごい丁寧にいろんな人の発言だとか映像とかで映画をまとめてもらったので、今度は音でたどるフィッシュマンズっていうのを作んなきゃいけないなっていう、で、いつかその今まで昔からのそういう未発表の楽曲をどこかで何かしらの形でリリースできたらなと思ったんですけど、やっぱり映画を見た時に、あ、これは作業に移った方がいいんじゃないかってすごく思って、いろんな人にフィッシュマンズのことをまた改めて知ってもらったり、佐藤君がどういうふうに曲を書いてきたんだろうとか、そういうことも知ってもらいたいなっていうのが改めてあったので、そんな感じですね。なんか噂だと大学時代の音源もあります。入るという。一番最初にやったフィッシュマンズのライブの音源があって、それって結成一発目ってこと？そうです。マジですか？そんなものまで残っていた。佐藤ちゃんと小島さんと僕で最初ステージに立った時の演奏とかから始めようかなと思ってるんですけど、そうですね。だからそういうもう未発表のいい曲っていうのが、フィッシュマンズ結成からデビューまで4年ぐらいかかってるんで、でそういう間に作った曲も結構大事な曲がいっぱいあったりするので、じゃあ音源化されてない曲とかもたくさんあります。そうですね。多分、ほとんどここに収めるものっていうのはこう歴史を追いつつ、これまでであんまり発表してなかったようなものを中心に、できるだけ音のいい状態のものとか、初演だったりとか、すごくいい時の調子のいい時のライブとかっていう、そういうのをこう歴史を追ってたどれるようにしたいなっていう感じで進めてます。すごいボリューム感ですね。すごいですね。本当にこれはもう、いや、ずっと作業してて、僕も普段ずっとスカパラのメンバーとして活動させてもらってるし、でエンジニアのザックは特にこの数年間は坂本龍一さんのずっと作品とかにずっと携わっていたので、お互いなかなかこうスケジュール取るのが難しかったりしてるので、で時間は結構かかったりしてるんですが、ものすごいいい形でリリースしたいと思ってますので、お待ちください。めちゃくちゃ楽しみですね。ちなみに茂木さん、その初期の音源とか聞いてなんか思い出すこととかってあったりします？ありますよ。もういろんなこと思い出しますね。なんかね、いやたくさんありすぎて、もうどうしたらいいんだろう。でも結成当初、こう渋谷っていう渋谷のラ・ママっていうね、ライブハウスに出始めの頃とかの感じとか、もう全然チケットをさばけないねみたいなこととかあって、今となっては信じられないですけど、いやバンドブームの時とかね、スカンクってバンドと対バンした時に、スカンクの陽一君とかは150枚ぐらいチケット売ってくれてるのに、俺たち2枚しか売ってないねみたいなこととかそういうこととか思い出しますね。歴史ありですね。そういうその時代の、そういう時期のもあります。アーリータイムオブフィッシュマンズというかね。もう、でも本当にどの時期も本当夢中で一生懸命で丁寧に取り組んでいたなっていうのはやっぱり音聞いてて、すごい感じました。じゃあもう今からすごい楽しみに待っております。よろしくお願いします。待っていてください。
というところでちょっと駆け足ですけど次の、ブロックに行きましょう。はい、次は、こちらです。はい、フィッシュマンズツアーロングシーズン2023、ライブツアー振り返りトークというところで、はい、ここからはですね、メンバーの皆さんにも、はい、ご参加いただいて、はい、お話をお聞きできればと思っております。ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。これなんか食べてます。自由ですね。はい。お団子をはいいただいております。あれこれ。でも曲聴くときね。あ、そうですね。はい。おお。あ、わあ、すごい。すごい。チャットのメッセージすごいですね。すごい熱いメッセージがバンバン届いてますね。わあ。海外の方からも。なんか海外の方すっごい見てるって話をさっき聞いたんですけど。パラダイス初期バージョン聞きたい。わかります。わかります。もうすでに盛り上がっちゃってますね。はい。というわけで、はい。ここからは、はい、この間というか、前回のライブツアーについて、振り返っていただければと思います。はい。で、ですね、前回ですけれども、ライブ僕も行かせていただいて、もうゲストもたくさん入ってすごい豪華で、でかつやっぱりその現在進行形の、はい、バンドなんだなっていうのがめちゃくちゃやっぱ伝わってきて。どんどん先に進んでいくバンドなんだなっていう、はい、印象を持ちまして。ありがとうございます。はい、そうですね。そこは常に大事というか、やっぱりフィッシュマンズってもちろんスタジオでレコーディングしますけど、ライブでその楽曲をどんどんその季節その季節ごとにこうアレンジを変えていったりとかして、その時々の気分みたいなものに合わせていくっていうか。そうですね、そういうことは常にだそれは怠らないようにしたいなっていうことは思ってます。ツアー7年ぶりでしたっけ？そうですね、2016年以来ですね。本当に久しぶり。16年の時はね、ゲストは入れずに、朝ちゃんは来てくれたんですけど、ゲスト入れずにやって、で今回はゲストを交えた形でツアーをしたっていうことですね。もう本当にいいツアーでした。本当に。次はゴールデンウィークに大阪で開催された音玉24温泉魂ですね。でこの時ってやった曲は何だったんでした？これはもちろん1曲です。ロングシーズンですね。あれですね。よくやらせてくれましたね。そうですよ。ヒーロー温泉の清水さん。はい。で、実はですね、そんな、清水温泉の清水さんからコメントをいただいております。はい。なんだって。これもじゃあ心して聞きます。そうですね。はい。じゃあ、清水温泉清水さんからのコメントがこちらになります。はい。写真マジかっていうすごくニヤニヤするマジかっていう。あとやっぱり今のキャリアを持ってステージで演奏してるミュージシャンの方たちが今一番いいと思うんですよね。大切なものを守ってくれてるというか、守りながらまだ磨いていってるっていう。で今のこうスキルを持って挑んで、で未だアレンジを試行錯誤して、挑戦し続けてるっていうのを生で見れて、なんかこんな幸せなことはないなというかまあ幸いにもライブの仕事をさせてもらってるんですけど、やっぱりいろんなライブ日々見せていただくんですけど、この体感を超えるライブっていうのはやっぱりないんですよね
あと30年以上音楽に出会ってバンドに出会って経ちますけど、いまだに影響されるというか背中を押されるというか、フィッシュマンズをご存知の知ってしまった人は皆さんそこは同じじゃないかなと思います。だからより多くの人にちょっと知ってほしいなっていうのはいまだにあるんで、バンドが続く限り、応援したいなっていう気持ちになりますね。いや、愛情しかないね。愛ですね。らしいわ。清水さんらしい。はい。でも本当に清水さんはフィッシュマンズデビュー直前ぐらいかな。もう最初からね、サウンドクリエイターのね。心斎橋のクワトロで初めてやった時に、そのお膳立てをしてくれたのが清水さん。全然お客さん入んなかった。全然もうね。ミューズホールとかもねやらせてもらったけど入らない。明らかに赤字のコンドっていうんですか、もう何回か続けて、それでも辛抱強くあの人は付き合ってくれたっていうね、恩人なんですよ、大阪の。そうだね、感謝だね、ありがたい。30年来のもう付き合いというか、もう本当にそうです。今博士の言った通りでずっとですね、30年以上。やっぱりこういう熱烈なそのフィッシュマンズ好きな人たちがやっぱりもうずっと応援をし続けている。自分なんかももう本当に高校生の頃から大好きでして、だからもう本当感無量で泣きそうなんですけど、いや嬉しい、とってももう嬉しいとしか言いようがなくて、だからやっぱり21世紀になってからね、佐藤君が亡くなって99年、それ以降いや21世紀にこの音楽が鳴り響かなくなっちゃったらどうしようっていう、やっぱりすごいそれは考えられないなと思って、でやっぱりみんなと一緒に奏で続ける、一番もうできる限り純度の高いことをし続けたいなっていうことで、集まってもらって感じでやってますけど、やっぱり原田さんもフィッシュマンズで演奏する歌うっていうのはやっぱ特別なやっぱ時間です。それはもう胸がいっぱい。もう本当にファンだからね。そうやっぱりその佐藤さんの代わりになれる人なんか世界にいないって思ってるから、その葛藤はあるんだけど、なんて言うんだろう。金ちゃんがいて、ゆずるさんがいて、一人一人の人から音が鳴ってたら、もうあの曲のあの音だって、もうこの人から出てる音だって、それをこう直に感じると、なんかもう体が動いちゃう。このメンバーでしか出し得ない音っていうのがあって、音であり間であり、こう目に見えない糸っていうか、そういうとこがあって。僕もいくつかバンドやってるんですけど、ここのフィッシュマンズに戻ってくるとホッとするんですよ。やっぱり若い頃この染みついた、もうだいたいリハーサル週3、4回、3回かすごいやつだね。入ってたよね。そんな時代のね。リハをたくさんリハ多かったね。やりすぎじゃねえかっていうぐらいね。やってたね。狭いスタジオでね。やってましたね。そういうとこからもう培ったっていうか、体に染みついてるっていうか、そういうリズム。金ちゃんは本当昔から変わらない。いやだから博士のリズム力という裏打ちだからもう本当に今博士が言ってくれたその間だとかっていう話になるよね。本当にね、そういうことをでも本当に大切にし続けるっていうことが、なんかさっき見てもらったようなライブでのそのさっきも試行錯誤って言ってもらったけど、ずっとチャレンジする気持ちにつながるっていうかね。でそのチャレンジが今も続いているっていうことですね。そうです。はい。で、そんな挑戦的な、フィッシュマンズですけれども、3つ目のお知らせというのが、あります。はい。3つ目がですね。これはすごいです。はい。こちらです。
ライブが決定しました。フィッシュマンズ宇宙日本東京、来年ですね、2025年、2月18日火曜日、東京ガーデンシアターで、ライブが決定しました。素晴らしい。会場が大きいです。でかいです。はい。これバンド史上最大キャパってこと？ワンマンでやる、はい、そうですね。はい、最大の、はい、キャパになります。はい。はい。今まで最大って野音かな？うん。になるのかな、ワンマンだと。2300人ぐらいですか。野音っていうと。野音、まあ3000とか。そうだね。あれも相当なもんだったけど。ね。今回その倍上回る。ね。大幅に上回ることで。はい。そして、なんとですね、この後、9時21時からですね、E プラスで、このライブチケットの先行抽選受付がスタートします。あと何分ぐらいですか？あと、10分ですね。はい。あと10分後に、先行抽選受付がスタートします。はい。ワクワクしますね。あ、出てます、出てます。はい。皆さん QR もね、チェックしてください。はい、こちらですよ。裏打ちが始まりそう。はい。なんかこう大きい会場ならではのみたいなのは考えてたりとか。どうかな。でもやっぱり特別なことなんで、はい、しっかりと。フィッシュマンズのなんか歴史みたいなのを伝えながら、一番新しいところをしっかり見せられるような感じにはしたいですよね。じゃあ空から飛んできたら。どういうこと？イリュージョン始まりで。イリュージョンもあるから。やったことないね。それも一つの挑戦ですけど。それ小暮君の方がいいんじゃない？僕はコースが恐縮なんで。じゃあメガネだけ降りてくる。だったら大丈夫です。オッケー。でも本当に最大のキャパなんでね。で、もちろんいろんな人に見てもらいたくて、で。まあさっきもちらっと話ありましたけども、海外の人たち、海外の人たちもしっかりこの日に当然のように来てもらえるようなことできないかなっていう話は前々からしてまして、なので今回はその海外の人の手続きもしやすくなるようなことを準備してますので。なんか海外のフィッシュマンズファンのためにチケットサイトを準備してるっていうふうに。そうですね。そういうことになりますね。伺っております。はい。急に英語になりましたね。あ、来た。海外の方、はい。こちらチェックです。ディースみたいな。いや今大騒ぎ。こちらになります。ね。海の向こうでも大騒ぎです。歩いてる。はい。ね、嬉しいですね。ですね。今日本来やすいんで。まあそうですね。状況的にも。この前ね、静岡のその6月に頂きファイナルにね出た時に、こう一生懸命海外から来て日本に到着してからちゃんとチケットを手に入れて僕たちのステージを見に来たって海外の方いらっしゃって、バックステージでたまたま会えたんですけど、そういう方の話とかも聞くとやっぱりちゃんとチケットを買いやすくして来てもらえるようなことをしたいなっていうのはすごい思ってたんで、いやめっちゃいらっしゃるんじゃないですか、海の向こうから。いや嬉しいですよ。フィッシュマンズを求めてね、待ってます。で実際それが数字にも表れておりましてですね、フィッシュマンズ今海外でめちゃくちゃ人気あります。でいろいろお話を聞いてるんですけど、ちょっとそれまとめたんですけれども、こちらですね。海外アメリカの音楽サイトレイトやミュージックのトップアルバムスオブオールタイムロングシーズンが今27位で、男たちの別れが48位、これライブアルバムだと1位なんですよ。でかつ、最近これめちゃくちゃ音楽ファンの間で話題になったんですけれども、ピッチフォークで、ロングシーズンレビュー、されまして、9.3 というですね
恐ろしく、高得点を、叩き出しています。すごい。これはそう、これは僕も教えてもらって、うわーすごい得点なんだなと思って。結構辛口だと思うんですよ。このピッチフォーク自体が。そうです。光栄ですね。すごいですね。そう、このレイト・エア・ミュージックに関しては、そう何年か前に話を聞いて、なんかすごいことになってるよって教えてもらって、でもあれなんですね、今もこうしてしっかりチャートにずっと入ってます。ずっと入ってるっていう。だからなんか海外でそういうふうに思われてるっていうのは本当に嬉しいことだし、やっぱりそういうニュースを聞くと、やっぱりちゃんとライブもしっかり届け続けて、今も最高の形で、できる限り最高の形で音を鳴らしてますっていうのは、ちゃんとやってるんだっていうのはね、見せておきたいなと思いますね。清原さんとかそういう海外のファンにフィッシュマンズがめちゃくちゃ支持されてるのとかってどうですか？嬉しいですよね。言葉を超える。でも何か音から感じてるんだと思うから、ライブをぜひ見てほしいです。それこそね、言葉を超えてね、本当直接つながれるというか、体感できる。ゆずるさんのローをね、ガーデンシアターでね、響かせたらどうなっちゃうかな。もう絶対にね、もう響かせるしかないでしょう。ね、そこすごい楽しみだね。そうね、それだけ大勢の人たちにね、ドカーンと叩きつけるような。で、SNS でも、何かこのね、今の記事ね、いろんなチャットのすごい、チケット申し込みますとか、盛り上がってますね。あと5分？あと5分？ロングシーズン衝撃でしたとか、先行予約参加します。すごいですね。海外の人もこれは中国語？これって中国語かな。中国語ですね。ロングシーズンホニャララホニャララ。書いてあるね。気になりますね。後で翻訳して。フィリピンから。すごい。I love Fishmans。ですね。すごい、世界中から来てますね。ライブ絶対行くよ。ね、書いてありますね。すごい続々とメッセージ入ってきてますね。改めてライブのね、詳細をちょっとそうですね、伝えておかなきゃな。詳細をお願いします。フィッシュマンズの宇宙日本東京、これライブタイトルになりますけどね、2025年の2月18日火曜日に東京ガーデンシアターで、会場が夜の6時で開演が夜7時となっておりますのでね。ちょっと今日はゆずるとダーツは来てませんけれども、もちろん当日この6人でね、4人とそのゆずるとダーツの合計6人でしっかりステージに立って音鳴らしますので、皆さんよろしくお願いします。こちらが E プラスにて、ウェブ受付が、これからスタートします。7月16から8月11ですね。そして、先ほど、話、上がりました、海外向けのチケット発売なんですけれども、こちらがですね、先着順となっておりまして、チケットが、会場引き換えになりますね。だから、海外の方が並ばれるというですね、面白いというか素敵な光景が、当日は、そうですか。わかりました。できる。こう会場時間はちょっと早めた方がいいかもしれない。大丈夫。ね、ちょっと並ぶんだったら、1時間じゃ入りきらなかったりして。その辺はちょっとね、これから伝えていただいてですね。で、刻々と時間迫ってまして、あと2分で。本当だ。ですね。本当だね。すごいすごい。
そうあとさっき、ちょっと話が行ったり来たりしちゃってるんですけれども、その海外で人気というところの、トピックで言うと、これ結構音楽ファンの間でざわついたんですけど、ざわついてるんですけど、トム・ヨークがフィッシュマンズのアルバムをタワレコで、全部買ってったんですね。本当ですかそれ？いやいや、これ結構聞く話なんですよ。はい。なんか初めて聞きましたけど。本当ですか？はい。すごいっすね。そういう話がまことしやかに。はい。都市伝説。いやでも絶対本人に確認したいですね。ですね。はい。金ちゃんに聞いといて。そうね、次会えるチャンスどっかでないかな。なんかスカパラのヨーロッパツアーとかでレディオヘッドとか出てこないかな。ね。はいトムみたいな。ね、ちょっと聞いてみたいですね。ですね。いやでもあれですよ、僕らも宇宙日本世田谷作ってる時は、やっぱ完成した頃にちょうどレッドヘッドが OK コンピューター出したんですけど、何かものすごいものを感じました。はい。本当に97年あの時期、それはよく覚えてますね。何か共鳴するものをフィッシュマンズに感じて CD を買ってったのかもしれないですね。いやもうそれが本当だったらすごい。おっともうすぐ21時9時ですね。はいはい。おカウントダウンあと9時と。そうですね。じゃあチケットの先行予約が間もなく。はい。すごいな。ね。もうすぐですよ皆さん。あすごい。はい。5、4、3、2、1。ゼロスタートです。はい、先行抽選予約が、今始まっております。世界の皆さん、はい、スタートしておりますよ。はい、します。いや、めちゃくちゃ楽しみですね。わあ、始まりました。始まりましたね。なんか始まりましたね。新しいシーズンが始まりましたよ。オッケー、その通りです。すごい興奮してきた。はい。でまだちょっと先ですけれども、はい、ライブに向けた意気込みをですね、せっかくなので、皆さんにお聞きできればと思うんですけど。ガーデンシアターに向けてです。はい。じゃあ原田さんから順でいいですか？はい。ちょうど1年前グランボンで初めてガーデンシアターでライブして、あと美容区をお客さんとして見に行ったりしたので、あそこでフィッシュマンズって思って、ちょっと今鳥肌が想像すると鳥肌が立っております。はい、楽しみです。はい、ありがとうございます。高橋さん、2月18日ってもうそんなに半年後ぐらいですかね。もうちょっとしますかね。ね、8ヶ月後ぐらい。なかなかみんなね、金ちゃんも含めていろいろ忙しい中でこう。そのピンポイントでみんなこう集合できるっていうところがもう宝物のような日であるなと思いまして、そんな日に自分も輝きたいなっていうかね、こう30年前からやってるフィッシュマンズに何かこうなんだ恩返しっていうか何ていうんですかね、できればいいなと思ってます。楽しみにしております。森さんどうでしょう。はい、もう楽しみでしかないですね。はい、まだガーデンシアター行ったことなくて、なんか写真で見るとすごいゴージャスな素敵な場所なんで、あそこでやれるのすごい楽しいだろうなっていうのと、まあね、フィッシュマンズ2000年以降で一番大きいところですし、なんかねちょっといいことがきっとできるのではないかと、なんか勝負ライブになるはずです。ぜひ皆さん見ていただければ、確認しに来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。鈴木さんいかがでしょう。いや、今までで一番大きなワンマンライブっていうことになるから、どんな見せ方、聞かせ方をしようかなっていうのを、でも時間がこれだけあるからいろいろ考えて。で博士がさっき言ってくれたけど、こうみんなでちょうどスケジュールをね、合わせて、この日のためにしっかりリハーサルのスケジュールに関しては、日程に関しては
ちゃんと抑えてありますので。おお、すでに。すでに抑えてます。気合い入りまくりじゃないですか。完全に。なので皆さん楽しみにその日は集まってもらって、本当に世界中から集まるんだなっていうことを勝手に想像してます。リアクションを見てると。でも本当にこういうチャートみたいな話とか、なんていうかすごい光栄だし、さとちゃんにもお墓行く時は必ずそういう報告をしてて、今すごいよみたいな、君の曲がさって話をしてて、なんかそういうことをまたいい話をね、ちゃんとできるように、しっかりともう忘れられないライブにしたいなと思っております。というところで、本日フィッシュマンズ TV 記念すべき第1回目だったんですけれども、皆さんそれぞれいかがでしたでしょうか。いや会場到着した時から、もうすっごい丁寧に準備していただいて、本当に照明とかこうポスターの飾り方とか、みんなの立ち位置のレイアウトとかすごい丁寧にやっていただいたことが本当に嬉しくて、だからもうあとは期待に応えるだけだと思ってね。そうですね。もう今日の早い時間から関わってくれてねらっしゃるスタッフの皆さんに本当感謝だし、そして何より今日ここで今ねリアルタイムで見てくださってる皆さん、ありがとうね、本当にありがとう。本当嬉しいです。ありがとうございます。小路さんいかがですか。もう会場でお待ちしております。待ってます。ありがとうございます。じゃあ高橋さん。今日はその全員というわけではなくて、この4人で、そうだね、新しい試みとして今日やってみたわけですけど、これはこれでなんか面白いっていうか、そうだね、こういう形もありつつのフィッシュマンズということで、これからお付き合いいただければと思います。ありがとうございます。最後原田さん。実はもう喋れない。感無量。言葉にならない。そういうのあるんだ。生放送ならではの。ありがとうございます。もうね、すごい伝わってきます。伝わってきますね。ですね。リアル。ゆっこちゃんすげえな。こちらは新しい T シャツが今回のね2月に行う宇宙日本東京のための T シャツができましたので、これ今日からもうすでに始まってるんですよね。フィッシュマンズストアで今日から発売されてるということで、ぜひね皆さんチェックです。金ちゃんが手書きしてるんで。してないでしょ。これどう返したらいいの今の。買わなきゃ大至急買わない。大至急です皆さん。これもあれだよね。これは21時とかそういうことじゃなくて、もうずっとすでにずっと売ってます。ずっと売ってますからね。2月のライブに向けてですね。ぜひこちらの T シャツを手に入れていただければと思います。ライブに行きましょう皆さん。というところでもうそろそろお時間ということでですね。この番組なんですけれども、4週間どなたにもご視聴になっていただけるということで。すごいじゃないですか。そして、皆さんね、お友達お知り合いの方皆さんに教えてあげてください。それでは、皆さん最後に、次回元気で会いましょう。最後に急に終わりますよ。ご準備いいですか。せーの、フィッシュマンズ TV。これ1回目っぽいな。次回をお楽しみに。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。